こんにちは、カクシーです。今回は HG 赤いガンダムの制作プロセスをご紹介します。ご参考になれば幸いです。それでは制作を始めます。まずキットを仮組みします。仮組みができたので回収プロセスに移ります。はじめにモールドの彫り直しと表面処理を行います。モールドを彫り直して全体をシャープな印象にします。彫りにくい箇所はテープをガイドにします。正面、ゲート跡、パーティングライン、引手処理を行います。アンテナもシャープにします。ニッパーでフラッグをカットし、ヤスリで整えます。次に合わせ目を処理します。上腕パーツの合わせ目を処理します。瞬着パテで合わせ目を埋めます。余分なパテを削り落とします。埋まった部分は彫り直します。塗装の時にマスキングして塗り分けます。すねの合わせ目を処理します。タガネを使ってすねパーツの一部をカットします。ちょっとずつ丁寧に切り離します。接着しながら位置を調整します。瞬着パテで接合部の表と裏面を補強します。余分なパテを削り落とします。もう一箇所カットして合わせ目を処理します。先ほどと同じように回収します。これですねの合わせ目処理ができました。次にプロポーションを回収します。太ももを 1.5 ミリ延長します。まず軸の先端に穴を開け円盤部分を切り離します。次に瞬間接着剤で真鍮線を接着します。 1.5 ミリの高さのプラボを挟み込みます。軸からはみ出る部分を削り落とします。最後に円盤を接着して完成です。軸が少しずれて可動に干渉するため調整します。延長したことでパーツの間に生じた隙間を埋めます。まず太もも側面にプラボを接着して 1.5 ミリ延長します。次に太もも付け根の隙間を埋めます。U バーニアの厚みを 1.5 ミリに削ります。軸を通すため穴を当てます。今回は軸をすでに接着していたため U バーニアを半分にカットして取り付けます。これで太ももの延長が完成しました。次に胴体を 1.5 ミリ延長します。まず黒いパーツに1ミリのプラボをスペーサーとして接着します。次に赤いパーツに 0.5 ミリのプラボを同じく接着します。延長したことで干渉する部分をカットします。これらのパーツは塗装後にしっかりと接着します。
この工作方法は腰の強度が少し下がるためあまりおすすめではないです。次はディテールアップを行います。ハードポイントのディテールアップを進めます。まず2つの円のセンターに当たりをつけます。次に表面のディテールを削り落とします。ドリルビットでディテールパーツを埋め込むための穴を当てます。ディテールには配給パーツ製のメタルパーツを使います。削り落としたモールドを折り直します。両肩のパーツだけ緑のラインのモールドを彫ってみました。ヤスリで整えます。最後にセンターのモールドにプラボーを埋め込みます。プラボーの周りを折り直します。これで完成です。追加でケーブル周りの塞がっている箇所を開口します。まず 1mm と 0.5mm のドリルで穴を2つ当てます。デザインナイフで丁寧に2つの穴をつなげます。大ヤスリで整えます。最後に流し込み接着剤で切削跡を溶かして滑らかにします。手首を少し延長します。U バーニアに直径 6mm の穴を当てます。そのままだと高さがあるため薄くします。ハンドパーツとの間に挟み込んで完成です。あとは全体をディテールアップします。サーフェーサーを吹いて工作の仕上がりを確認します。それでは塗装を始めます。はじめに有彩色は発色を良くするため下地を白にします。こちらが簡単なカラーレシピです。グレーは少し青紫寄りの色調にしています。ライフルはシアン寄りにして全体のアクセントとしています。塗装を進めていきます。メインの塗装が完了しました。マスキングで塗り分けます。いろいろなバリエーションのマスキングテープを使います。細部は細身のマスキングテープでマスクします。円形マスキングや曲線用マスキングも活用します。シールドの基部もマスキングします。マスキングが難しい部分はパネルラインに沿ってテープをカットします。爪楊枝などで溝に当たりをつけるとカットしやすくなります。膝部分も同じようにテープをカットしてマスキングします。付属シールもマスキングに活用できるのでおすすめです。塗り分けを進めます。塗装後にテープを剥がして仕上がりをチェックします。塗膜を傷つけないように丁寧に剥がします。これでマスキング塗装が完了しました。少しはみ出した部分はエアブラシ用に調色した塗料を筆塗りでレタッチします。墨入れとデカールをきれいに仕上げるためクリアコートで塗面を滑らかにします。リットのへこみ部分はエナメル塗料で塗装します。エナメル溶剤で余分な塗料を拭き取ります。
最後にクリアコートでエナメル塗膜を保護します。エナメル塗料が溶けないように数回砂拭きしてから本拭きします。シールドのグレー部分もエナメル塗料で塗り分けます。影になる部分もエナメル塗料で塗装して拭き取ります。センサー部分はメタリックの下地にクリアカラーを塗装して表現します。今回は白を下地にしてメタリックの発色を明るくしました。墨入れを始めます。墨入れ塗料は蔵が割れにくいガイアカラーエナメルを使います。広い面は希釈なしで筆塗りで仕上げます。エナメル溶剤で余分な塗料を拭き取ります。顔のセンサーを筆塗りで仕上げます。シルバーを混ぜて光を反射するようにします。側頭部の緑色もエナメルの筆塗りで仕上げます。パーツを接着します。小さなパーツは模型用攻めガインを使います。強度の必要な部分はエポキシ接着剤で接着します。デカールワークを進めます。マークフィットとデカールスキージーでデカールを貼っていきます。位置を決めてから10分ほど放置して糊の接着を待つとスキージーや綿棒にくっつきにくくなります。付属のマーキングシールを貼ります。事前にパーツのホコリを除去します。シールの中心から端に向けて密着させます。シールは伸縮性があり、慌てず丁寧に爪楊枝などで密着させます。余白が大きいシールはデザインナイフでカットします。細かな塗り分けはフィニッシュシートを活用します。バルカン周りもフィニッシュシートで塗り分けます。肩のセンサーはフィニッシュシートとメタリックシールで再現します。フィニッシュシートはディテールシールとしても活用できます。オレンジのシートを作ります。塗料を定着させるため表面をヤスリがけしてオレンジを塗装します。小さくカットして各パーツに貼ります。バーニャーの底面は円形シールをマジックなどで黒く塗り貼ります。仕上げにトップコートを塗装します。ガイアノーツのセミグロスクリアプレミアムでコートします。質感のアクセントとして一部パーツはブロス仕上げにしました。最後に組み上げて完成です。
次にビフォーアフターをご紹介します。全体的に頭身を上げ、各部にディテールアップを施しています。腰部分で 1.5mm 延長しています。太もも付け根で 1.5mm 延長しています。ハードポイントを市販パーツでディテールアップしています。市販パーツで手首を延長、ディテールアップしています。シールドをライフルは複数色で塗り分け、ハンマーはアクセントとしてグロスシアで、ビットもグロスシアで本体との質感の違いを演出。最後に360度ビューになります。最後までご視聴ありがとうございました。